れから量子コンピューティングについてご説明します。我々がお伝えしたいキーメッセージはこちらです。誤り耐性量子計算 FTQC に必要とされる大幅な大規模化を待たずに、いち早く量子優位性を達成する方法を世界に先駆けて確立いたしました。ここでいう量子優位性というのは、スパコンでも複雑すぎてできない実用的な計算を量子で計算可能にすることです。これは我々の研究成果である独自の量子計算技術、スターアーキテクチャを開発したことによります。これによって2030年頃に到来するアーリー FTQC 時代をリードします。またこの技術により、体育館にも入りきらないと思われている実用的な量子コンピューターを実験室に入れることができると考えられます。それについてこれからご説明します。量子コンピューターにおいて情報を担う量子ビットは、こちらの図のように球面上の矢印で表すことができます。しかし、この量子ビットは外界からのノイズに弱くエラーが発生してしまいます。これを数の力で訂正することをエラー訂正と呼びます。ノイズに弱い物理的な量子ビットは、集団で一つの量子ビットを形成させることができます。これによってエラーが起きても周りのものと比べることによって訂正が可能になります。これをエラー訂正と呼びます。これによりノイズに強い論理的な量子ビットができます。このように大量の量子ビットを使ってエラーを訂正しながら量子計算をすることを誤り耐性量子計算、フォールトトレラントコンタムコンピューティング FTQC と呼びます。従来の FTQC アーキテクチャは基本量子ゲートセットと呼ばれる4つのゲートと呼ばれる量子ビット操作を組み合わせて全ての計算を実行可能にします。例えば量子計算で重要とされる位相回転ゲート、こちらは任意の角度で向きを回転させる操作ですが、これはこの4つのうちの下の2つ、H ゲートと T ゲートを使って、これらによる決まった角度の回転を繰り返して行うことにより実現します。しかし特に T ゲートに大量の量子ビットと計算時間が必要になります。一方、我々が開発したスターアーキテクチャは、この基本量子ゲートセットに T ゲートの代わりに位相回転ゲートを新たに導入しました。これによって位相回転ゲートを直接実現できます。精度は限定的ですが、必要な量子ビットを大幅に削減できることになりました。また我々はこのスターアーキテクチャの実装技術を開発しました。これによってユーザーがアプリケーションを開発しやすくなります。次にこのスタージェネレーターについてご説明します。まず論理量子ビット3つからなる非常に簡単な操作、量子回路と呼びますが、それを考えてみます。このように図で書くとシンプルですが、これは数多くの物理量子ビットからなっていますので、スタージェネレーターにこの回路を導入して、実際にどのような物理ゲート、物理回路になるのかというのを考えてみます。そうしますと、このようにたくさんの物理量子ビットからなります非常に複雑な量子回路になることがわかります。たった3つの論理量子ビットでも物理量子ビットで考えると大量の操作手順が必要になることがわかります。このスタージェネレーターができると、数々の量子計算にどのくらいの時間がかかるかというのを見積もることができます。ここでは、リニアモーターカーに使われている超電導体の材料のシミュレーションを行うことを考えています。仮にこのシミュレーションを行うときに144個の論理量子ビットが必要になる量子回路を実行すると考えします。ユーザーはこの回路をスタージェネレーターに入れます。そうすると、スターアーキテクチャに基づく最適化された論理量子ビットの配置を自動で計算します。この四角一個一個が論理量子ビットになります。そして時間とともにこのような計算をしていく様子が表されています。また、この四角いくつかの中では、こちらで示していますように、物理量子ビットが様々な計算を行っています。その様子がこの右上で示されています。今回この計算には6万個の物理量子ビットが必要となる量子回路が変化されるということが分かりました。これを将来の量子コンピューターに入力すれば、量子回路を実行して測定することによって計算結果を提示してくれます。これにより先ほどのシミュレーションの計算が実行できるわけです。このように具体的な量子回路が分かりますと、計算速度を見積もることができます。
先ほどの超電導体のシミュレーションをスターアーキテクチャで6万量子ビットを使って行うと、どれぐらいになるかを見積もってみます。かなり複雑な計算で、これでも10時間かかることが分かりました。一方、これを従来の最上位のコンピューターでやると、さらに時間がかかって5年以上かかるということが分かります。すなわち、現実的には不可能なわけです。これにより、6万量子ビットで先ほどの量子優位性が示せるということが分かりました。次に6万量子ビットの場合の装置のサイズを考えてみます。量子コンピューターというのは一台一台が非常に大きいものになるんですが、現在はその中に1000量子ビット程度が入れられます。しかし2030年頃にはここに10倍の1万量子ビットが入るようになっていると仮定します。その場合、従来の FTQC アーキテクチャですと、典型的な量子優位性を得るためには100万物理量子ビット、すなわち先ほどの量子コンピューターが100台程度必要になることが分かります。一台一台が大きいので、これを入れるためには体育館よりも大きなスペースが必要になります。一方、我々のスターアーキテクチャでは先ほど述べましたように6万量子ビットですので、量子ビット6台程度で済みます。これは実験室に入るため開発コストを大幅に削減できることが分かります。また実現できる時期も2035年から40年以上先から2030年程度と実現5年から10年程度早めることが可能になることが見積もれます。このようなより少ない量子ビットで量子優位性を示すという結果は我々が世界に先駆けて示したものであり、業界でも非常に注目されています。また今回の計算では超電導体の材料シミュレーションを例に挙げましたが、将来的にはここに示していますようなサステイナブルな材料や工業プロセスといったさまざまな領域に応用が可能と考えられています。さらに量子機械学習のような新たな分野にも適用可能と考えており、このような研究開発を行っています。我々の今後の研究開発にご期待いただければと思います。これで量子コンピューティングの説明を終わります。ありがとうございました。